したらズッキーニをひっくり返していきます。うわー、すごいいい色ですよ。見てください。オイルソースなので湯切りを甘くしたパスタ。これは美味しそうですよ。はい、こんにちは、シェフのホイルです。今日はズッキーニのパスタを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティ、ニンニク、唐辛子、ズッキーニ、レモン、アンチョビ、オリーブオイル、お好みのチーズ、レモンです。はい、それでは今日はですね、今日のイタリア料理シリーズということで、ズッキーニを主役にしたパスタ料理を作っていきます。で、ズッキーニは今スーパーに行ったら結構売られているのでポピュラーにはなってきたんですけど、食べたことがない人からすると、見た目はキュウリに似てるので、これどうやって料理したらいいのとかわからないかもしれないんですけれど、ズッキーニの美味しさっていうのは煮たら甘くなるし、実はサラダでもとっても美味しい野菜なので、今日はですね、一つのこのズッキーニの素材を使っていろんな調理法をして仕上げていくようなパスタ料理をこれから早速作っていきます。はい、それでは今日主役のズッキーニです。で、まずは、ズッキーニを加熱することで甘みを出していきたいので、そのズッキーニは輪切りにしていきます。でちょっと厚めにですね、6カットぐらいで、このズッキーニ、ちょっとステーキっぽく、ズッキーニのステーキじゃないですけど、ここから加熱をして甘みを出していかなきゃいけないので、ちょっと塩をすり込んでいきたいんですね。なので塩がすり込みやすいようにこう切れ込みを入れていきます。でそうするとこの隙間に塩が入っていくので、よりこう旨みと甘みが強いズッキーニに仕上げることができます。そしたらこのズッキーニを何でもいいですけどバットに並べて、この断面にまんべんなく塩をしておきます。これで目安は10分ほどですね置いて、しっかり水分を出していきます。で塩した時にちょっとこう気持ちこう開くイメージです。こんな感じです。で表面にちょっとすり込んでおく塩で、これは片面で大丈夫です。でこの状態で置いておきます。で次はですね、ちょっとサラダ感覚の半生ぐらいの状態のズッキーニの美味しさを引き出していきたいので、この端だけ落としてもらって、で今日はピーラーが登場します。でこの長さをとってちょっとタリアテッレとかフェットチーネみたいな麺状にしていきたいので、包丁で切れ込みをこう入れます。で切れ込みを入れた上からピーラーで引いていく。ちょっと厚めに剥くように引いていくと、でそうするとこういうちょっと薄いサラダ仕立ての麺状のズッキーニが出来上がるので、これをですねパスタの茹で上がりの10秒前ぐらいに入れて、さっと瞬間で茹でて仕上げていくやり方にしていきます。でもうちょっとですねスライスしていきます。でスライスはこんな感じです。であとは基本のアーリオオリオのベースです。で今日はちょっと南イタリア風な作り方にしていくので、みじん切りじゃなくて潰したニンニクを用意します。そして今日はアーリオオリオのベースプラスでアンチョビです。でアンチョビっていうのはスーパーに行ったらですね、この瓶のものと、あとですね結構気づかれないんですけど、アンチョビペーストも売ってます。でこのアンチョビのペーストっていうのは品質どうなのって結構聞かれることが多いんですけど、要はこのアンチョビをペースト状にしたのがこのアンチョビペーストなので、品質もかなりいいですし、チューブで絞り出すだけなのでめちゃくちゃ便利です。なのでアンチョビの瓶っていうのは開けたら結構すぐ酸化しちゃうんですね。なんですけどアンチョビペーストの場合はペースト状になっているので、そういうことも心配しなくていいので、かなり便利な調味料ですね。で今日はですねアンチョビペーストを使って調理していきます。はい、それでは10分ほど経ったんですけど、見てください。ズッキーニからしっかり水分が出てきました。で目安はこうズッキーニをプレスするとこう水分が垂れるぐらい、こんな感じまでいったらこの水分を拭き取ります。でペーパーを、そうするとこんなに水分が出るので、こ
これでもう焼いただけでですね、甘みと旨みがしっかり出たズッキーニになります。はい、それではまずは潰したニンニクと唐辛子でオリーブオイルを加えて、いつも通りアーリオオリオのベースを作っていきます。でまずはふつふつするまで加熱していきます。はい、それではニンニクふつふつしてきました。で今日は潰したニンニクにした理由はいくつかあって、この後もうすぐにズッキーニのステーキ焼いていきます。でここみじん切りにしちゃうと、この後厚みのあるズッキーニ焼いていった時に丸焦げになっちゃうので、ある程度形を残しています。でふつふつしたところまでいったら、切れ込みを入れた方を下にして焼いていきます。でズッキーニが入ったらちょっとオリーブオイルをフラットにして、まだ今ニンニクの加熱が甘いので、ここからズッキーニと一緒にステーキとして焼いていって、ニンニクの香り、唐辛子の香りを引き出しながら、ズッキーニにも軽く焼き色を押し付けて甘みを引き出していきます。で火加減は中火ぐらいで、まずはズッキーニの表面を焼き固めていきます。でズッキーニの切れ込みを入れた部分にしか塩してないので、塩してない分に今ここで軽く塩です。もうこれだけで今美味しそうですよ。でニンニクがですねちょっと色つきすぎるなと思ったら、ズッキーニの上に乗せてニンニクも休ませながらズッキーニに焼き色をつけていきます。でこれでじっくりズッキーニに焼き色をつけてる間にパスタを茹でていきます。はい、それではスパゲッティ茹でていきます。お湯の中には2リッターに対して 30g の塩が入ってます。はい、ちょっと香ばしい香りが立ってきました。そしたらズッキーニをひっくり返していきます。うわーいい色、熱いいい色ですね。すごいいい色ですよ。見てください。このズッキーニの焼き色です。とっても美味しそうな焼き色がつきました。そしたら、火を弱火にします。でズッキーニにしっかりと焼き色がついたので、ここで火を弱くして、で今日はベースがこのアーリオオリオベースなので、ここで何でもいいですけど、トングでもフォークでもニンニクを潰して、ホクホクとニンニクに火が入っているので、中のニンニクの柔らかい香りもですねしっかりと出していって、ニンニクの香り全開にしていきます。でニンニクも潰れました。はい、そしたら今ズッキーニのこの焼き色とニンニクの焼き色、その焼き色に合わせて今日の主役のアンチョビペーストです。絞ります。で量で言ったら小さじ1杯ぐらいです。アンチョビペースト。そして火はもう弱火から余熱で火を入れたいので、レモンの果汁です。レモン果汁、そしてレモンの皮の香り入れます。もう南イタリア全開です。ここまでいったら、この余熱で今レモンとアンチョビを溶かす、美味しそうなオイルソースがこれで出来上がりました。今ですねこれでアンチョビのオイルソースが完成したんですけれど、ズッキーニずっと加熱していたので焼き色もしっかりついてるし、柔らかくて甘みが出て最高の状態です。あとはパスタの茹で上がりまで火を切っておきます。はい、それでは茹で上がりの5秒前ぐらいになったら、このズッキーニのスライス、はい、これで麺がゆかったので合わせていきます。オイルソースなので湯切りを甘くしたパスタとこのズッキーニで混ぜ合わせて煽って、でこう火を入れていくと、この周りにですねアンチョビのうまみとかがこべりついている場合があるので、この使ったレモンとかを最後にちょっと皮の部分とかも香らしたい場合は、果汁が残ってるので周りこう拭きながらやるとアンチョビのうまみも取れて、最終的にレモンの香りも入れられると。でここでレモンが役割終わりで、
でだいぶ滑りのいい、これは美味しそうですよ。はい、それではこれで盛り付けに入っていきます。で最後にこのパスタとちょっと半生に火入れしたズッキーニ、美味しそうですね。ズッキーニでステーキ仕立てのこのズッキーニと、で最後にうまみのチーズ、今日ペコリーノチーズです。はい、これでズッキーニのパスタの完成です。はい、いただきます。皆さんこれは本当に美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。ズッキーニのステーキの甘みがしっかり出てますし、このタリアテッレ状に切ったズッキーニの食感とこのパスタのうまみとですね相まって、このパスタは本当に美味しいですよ。で材料もシンプルで結構手に入りやすい食材にはなっているので、これはですねもうすぐに作ってほしいパスタの一つになってますね。美味しいですわ。で今日のパスタの美味しさはですね、ベースのアリオオイルにズッキーニのステーキだけでも美味しいパスタ料理になってるんですけど、そこにですねアンチョビのうまみとチーズのうまみも持ってきてるので、とっても美味しいパスタになってるんですけど、レモンの果汁と皮がやっぱりいい仕事をしていてですね、パスタの味の輪郭をこう引き出しているので最高のパスタ料理になっていると思います。はい、ごちそうさまです。今日のこのズッキーニのパスタなんですけど、最高の新作になっているのですぐに作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。